朝はカズマくんがこれやるの？そうです。朝のルーティンはシャワー浴びて、シャワー浴びる。はい、でテーピングつけてって感じです。おはようございます。痛みどう悪化してる？チェーです。チェーやばいです。反対でしょ。マジでやばいです。反対じゃん。寝起きひどいです。単発で降りようとか。おはようございます。早い。おはようございます。
그렇지. 먹어요. 하나, 둘, 셋.
今参考長すぐ寝たよ。割と早く寝てなかった昨日。寝たの4時10分。ずっとライブ見てました。3時まで布団に入ってさ、真っ暗って寝てると思う。昨日暗くなるの早かったもんな、電気消すの。早い時と早くない時が普通に11時過ぎぐらいまでついてる時もあるし、めっちゃ早かったよ。ただ俺はそろそろまともに睡眠を取らないと体がぶっ壊れるかもしれない名古屋のために。そうだよ、名古屋ね。そうそう、行くからね。今お米の値段見てきたんですよ。びっくりする高いですよマジで。でもあれ備蓄米なかったっすよ。備蓄米政府のやつどこに？普通にもう5キロの去年のお米が売ってたんですけど、お米いくらだった5キロで4000円。うわぁ、オッケー。別に米食わなくても生きていけるから。まあまあ。それにしてほしいな。パンでいけるか。やっぱケイちゃんがおると助かるね。せいや切ってくんないですか？でも教えたっすよね。だって昨日残庫長がケイヤ恋しがったよ。本人の目の前で言わないんだ。ケイちゃんは最初どうだったの？入門したて。全然覚覚えてないんだ。えてない。でも俺入門して半年ぐらいで野菜の切り方を覚えてます。半年もかかってる。いや、半年もやっぱまあそんなすぐ覚えれるわけない。俺2週間以内で覚えてる。それ個人差がありますよ。もともとの経験値がね、ちょっとあるよね。これないんだ。いや、そこの店の人も癖なの？店予約制じゃないの？カット。叩きこれ。カットの叩き。カツオのたたきか。いや叩きっていうくくりにしないで。でもカツオの料理って基本的にはもう叩く。あと火通すったら竜田あみたいな。カツオ。俺今回さ寝る場所変えようかなと思ったの。ステージ。俺もステージがいいんですよ。でも去年何ステージって？なんか幼稚園の、うん幼稚園なんですよ。建物の前の。で、まあ畳引いてあるんですけど、その名残がでそのステージがある。あ、だからお遊戯会とかそうですそうです。ああいうとこでやってたから。ああいうとこのそこは畳じゃない。そこはフローリングです。ああ、寝る場所は変えていいんだね。でも俺毎年同じとこなんですよね。俺
直樹大地俺はもうなんかほぼ固定になってるね場所っすね。定位置がある。定位置。もう頭回ってないっすよ。寝てないから。もう今日マジで寝坊するかと思った。部屋にカメラあったの気づいた。どこら辺ですか？出口付近。ああ見てないっす。もう俺朝マジで眠すぎてぼーっとしながらこうしてた。これ叩き自体結構美味しいんですよ。大葉、みょうが、にんにく、入れるし、こうやって刺身に切って薬味でね。こういう丸状の状態のにんにくをバーッとスライスして上にバーッとまぶして、みょうがもまぶして大葉もまぶして、うまそう。やるっす。最近作るのゆっくりだな。でも間に合うもんね、いつもね。何やってるのか。やってるよ。昨日のあれどうだったっすか？みんなの作ったやつ。あ、うまかった。3つともうまかった昨ね。日夜は何も食ってないっすよね。昨日だって龍とかご飯食べたのに夜食弁当2個食べたよ。いやそれが普通なんですよ、力士は。力士は翔太君もカップ焼きそば2つ食べた。あの人は食うっすよ。あの人は食うっす。この肉でユッケを作りたいと思います。ユッケは生肉なんでアウトです。低温調理すらできるんじゃないですか。牛肉だもんね。昨日そうどうだったんですか？昨日の昼のやつ、ハンバーグとかハンバーグというか麻婆豆腐とか食べたんですか？めっちゃうまかった。麻婆豆腐最高だった。なかったですか？もう俺麻婆豆腐自分で味見したんですけど、なんかちょっと薄かったかなと思ったんですけど。麻婆豆腐をご飯にかけて麻婆豆腐にしました。そんなに辛くなかったですよ。辛くなかった。ちょっと甘め。さすが配慮を感じたね。最近は最近は配慮するんだ。前は結構普通に辛くしてたっす。でもハンバーグもね、めっちゃうまかった。中まで火通ってたんですよね。いや、ど真ん中はちょっとあんだけやってまだね、結構やったよね。俺はさあまず大量にニンニクをここに入れるんだ。ニンニクを入れまして、はい。ニンニクと生姜はセットです。生姜いるかな？生姜いるか？いや、いらねえよ。まあちょっといる。つきまして、さすがに豆板醤は全部いかないです。豆板醤結構辛いよね。入れすぎ注意。あれでしょ、韓国料理思いつきでやってるだけだから。あ、でもタレ的に言ったら、あれに近いですよ、タレの匂いは。さっき言ってたやつ、匂いの近さは多分それに近い。
ユッケの匂いするじゃんめっちゃ。それには近いと思うんです。あじゃあだから韓国料理のさプルコギ。あああ、プルコギっぽいそれには近いかもしれないです。プルコギだ。これにもうちょっとなんかいろいろ足さないといけないですけど、プルコギはこれに人参とかも入れないと、あもうちょっと味のためにこれ入れるんですけど。手でやる。プルコギだ。 3日間ぐらい一緒に生活してるんですか？いやもう3日で多分3、4キロは太るかも絶対に。果たして元の食事量に戻れるのかずっと無理です。夜食食べ始めたらもう終わりだね。ああ、終わりですね、ねそれは。じゃあ続きまして続きまして豚肉です。別で行った方がいいですよ絶対。ヤブキルス。ヤブキルス。黒はこのままか。ボロボロね。じゃあ体験してるけど入れない。そうですね。教会の決まりなんで。お疲れ様です。昨日は寝れた？爆睡でした。爆睡してたぞ。爆睡してこれに何入れようかな。マジた。味？で。いや、具？もやしは入れるんですよ。これ最終的に炒めるの？ダメです。唐揚げにしようとしてるやん。最高じゃん。初じゃん。こっちじゃん。こっちじゃない。こっちだって冷蔵庫入れてたっけ。いや、もう全部使っちゃった。服をなくされた。縫ったけど捨てた。いや、俺。米まだ、あれ、捨てたばっかだ。全然水多いんじゃない？大丈夫これ。あ、大丈夫か。いや、多いと思う。多いよね。すごく薄いよね。でも吹き出してるだけまだマシだよね。まだね。まだこれからもってる。意外と2、3万するから。それもありなんですよね。これ。これ豚バラの調味料。そう。
レモン味噌酢味噌あ、炭オッケーオッケーオッケーあれねこれはあれだよ、作り方ホタルイカと出しただけだよ。作るああタルイカのやつあるねニンニク追加です。豚肉に合いそう。コクっぽいの足りないか。みのるくん、昨日、寝るの遅かったよね。いつもですあいつも12時過ぎであなんか朝起きたら、うわもう20分だ起きないと急いでテレビがつけて後ろ振り返ったらカメラがうわモーニングルーティン。後ろ後ろ振り返ったんですそしたら当たってんだスタッフのあうわもっと早い30いや分大丈夫だよ俺だって4時5時間ぐらいに起きてるのに俺動いたの25分だよ何時ぐらいにつけたんですか、カメラ。6時おかしい、早っ。これは最近心拍つけてるんですけど動きが悪いんですよ隣やろ隣がでもうるさい寝た朝面白かったよ3人シーバップつけてるから病院みたいななんか寝た気がしないんですよ病院っていうか寝れた気がしない老人ホームみたいななんか最近数値合ってないんじゃないいや心拍変えてから小さくしたんですよちょ授業でも持ってきるあれ上げてないのあれ上げたいや自動に変えてくれるんです気圧あ、そうなのそっから寝つき悪い。そういえば夜お腹空いちゃってこんなっちゃったんですよそれのせいじゃないそれじゃないお腹空いちゃってもう夜中にご飯食ってっからだよそれ何時ぐらいそれ？でもう11時ぐらいですあ本当。いやダメだよでそれでなんかもう食っちゃってる二郎系のラーメン食っちゃってるそれを寝起き悪いよでソーセージおにぎり買って鮭とがっつり食ってるとツナめっちゃ食べてるやん。お前飯食ってお腹いっぱいの状態2時間3時間はダメだよすごいね。下に降りるまで夜ご飯食べたのに。ダメだよ別にでも頑張って食べてるわけじゃないでしょ。普通に腹減って。お腹空いてデブじゃんでもちょっと買いすぎたなって感じデブじゃんでも食べきっちゃった。食べちゃいました俺その時間出てないよ。だって俺ずっとライブ見てたから。いやマジやアマストレス強いあれすごかったね。20センチ太いやつ。なんかシーツさ、あれは毎日。いや、書いてないですよ。なんか夏場は、本当は1枚緑のやつだけでこう、シーツっていうか、薄いマットレス。はいはい。だけど、夏場は汗かくから、その灰色のゴムでこうするタイプのやつ。ああ、なるほどね。汗かく季節は、もうなんかワープみたいな傷できてる。マジですありがとうございます。いや、でもすぐ入ってくるでしょ。いいよ、もうゆっくり後からやる。意外とですうまっうまい。えぐっこれすごいよこれこれ別に何もかけないよね唐揚げ唐揚げよりうまい鶏の唐揚げより断然うまいえぐっじゃあ辛ってるカット相当うまいよ。めっちゃうまい本当にマジでうまいこれすぐなくなる味もしっかり。味めっちゃしっかりいやこれさ、大将
これさ、もうちょっと冷凍焼きしてると思っておしゃれ。いや全然そんな感じないよ。なんでもその代わりその臭みとか出ないようにこの2つ結構入れたからね。ちょっと昨日寝れた？ぐっすりぐっすり。結構なんか車って寝るタイプなのね。恥ずかしい見られてますか？朝取りに行ってマジっすか？暑くなかった。そうあ、ちょっと暑かったかもしれないですね。はい。朝方いつも寒いんですけど。ちゃんと車って寝るんやと。た。朝5時ぐらいにこうだと。でも朝方、多分しばっちが起きる前に俺一回起きてるんですよ。あ、そうなんだ。パッと来たらなんかすごいこうすごいなんか邪魔なもんあるなと思ったらシーパップここについてる。ずれてるよ。目にシーパップしてます。シーパップいらない。あれ香るっすよ。いや変えちゃダメだよ。ダメ。変えたらだってもうつけないといけなくなっちゃう。寝た？寝た？マジですぐ寝たっすよ。あなた寝た？すぐ寝たっす。呪文が来ましたね。アバタケダブラ。アバタケダブラって死の呪文だからね。死んだって最後自分にかけたんでしょ。ミキサーの上の部分あっち持ってったあっちで入れた方が早くね。ああ洗い方ワイルドだぜ。レタスいいですね。ちょっとさっぱり系だね。うまい。ないよ。ご飯が美味しくない。お腹空いたっすか？まあお腹空いたんですけど、まあ体の方がきついです。ああ、体きつい。いただきます。これです。何か持っていいか。俺あれよ、新潟行ってる間ケイヤに任せたから俺いないしその間。いやだって昨日ケイヤに昨日父さんって何歳？途中でわけわかんないなって。大ちゃんあの後爆睡？あの後サラリーマンの金太郎見ようと思ったらもう寝ちゃった。大ち気づいたの？寝てたの？夜食食ってゴロゴロしてたら寝てたっす。ね。美味しい葉っぱ。うまい。ニンニクの匂いする。そうですね。
何の魚ですか？カツオのたたき。新しいね、新弟子が入門した新弟子かと思う。名前は？ヤルデンと申します。ヤルデン。ヤルデン。はい、ヤルデン。ギャルデンはい。ギャルデンヤルデン相撲ファンの中で有名ですよ。へえ。そうですか。箸の使い方でしょ。多分おお、すごいね。どうですか。じゃないですか。おお、うまい。ありがとうございます。箸の使い方どこで覚えたんですか？まあ、実は日本に、小さい頃から興味があって、子供として、箸でこの時からイスラエルで食べちゃいました。はい。練習したんですか？でこういうと思ってます。面白いです。こうだったのかな。下小指いったよ。まずちょっと思いつけてやって。2本で。本当はこう指、人差し指じゃないですか。中指ほんとここで持つ。こっちのやつどう支えてるの？この下の方。つい支えるだけ？すり抜けそうじゃない？これすごいな。ちゃんと秒数まで指定して数とかも箸かもしれない。すぐ飛べるようになってる。そう。アンチだとちゃんと名前言わない。パンだけど箸の持ち方が全部と一緒。なんで？インターホン出るのよ。寝て出たらしいです。機械です。あれも夜中のチーム。狭かねそっち。赤の欲しいんだよ。幼稚園です。あの後すぐ寝た？おやすみって言った後。はい。お風呂入って。あの後お風呂入ったの？おやすみした後。お風呂入って寝たんです。そんな。で1時ぐらい。確かに。今ので。声かけられる対面しよう。そうか、俺は今のとこ断ってる。で、多分このイタリアンとか取ってみんなでそこで飯食いながらなんで油の何？来る俺とカラは毎回真ん中に座るよね。毎回真ん中でやったらよし。これ別に何もすることないよ。飯食ってるだけじゃないいつも。房行ったことあるんですか？そこで朝飯食ったんですか？朝取った。あ、取ったよ。似てるとこですか？大丈夫なんです。大丈夫だよ。朝食食べる人はいないんですか？ついてたのスーパー。ついてた。で、夜お休みって言ったじゃん。あの時と同じ顔してた。すごっ。やらせ感です。自分もね。朝起きてズボン脱いだらカメラを借りて何時に起きたの7時15分トイレ行ってハーミンが行ってまだいたでしょ。
位置取ろうとしたけど奥の方に過ぎて取れんかったね場所が普通に寝てた気がする。翔さんは相変わらずうつぶせですよ。はい au 並べる慶応治療室の昨日なんかお休みって言ってさ下降りたじゃん。そしたら翔太君が太鼓の達人やってた。したら最近ハマってるあんと最近じゃない。えずっとっすかもう多分5年ぐらいやってた。あれ本体としてのいやもう何味？普通のあノーマル俺も違いますしゃべる。ちょっと炭酸水さすがにさすがに夏だから夏なんですよ。水ではない。水じゃないの。全ての茶漬けってあるんですか？あるある昔あったっすよね。こんな水色のパッケージかなんかのある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 長谷園の冷やし茶漬け。夏は冷たいですよね。そうですね。詳しく言ってないで、お前も飲んだの。なくなっても継がないですよ。まあちょっとしか入れてないから。なんで2人とも満パン？だって翔さんここにあったら持ってピッチャーだって満パン2個持ってきて片方さ1回でも俺のとこがこうやって持ってったじゃないですか。だからなくなったらなんで継がないんですかっていう話です。飯食いよ。このわさび茶漬け食った時あります。いやないないですか。めっちゃわさび。ああちゃんと強めなんだ。はい。コメント弱っ。違う違う違うコメント弱っ。思ったよりツンときた。あれわさビーフって食ったことある昔。ポテチみたいな。ポテチみたいなやつ。あれめっちゃツンとする。コメント弱いです。これぐらいいいです。ちょっとわさび食わない。飲みます。そのまま？このままでもいけるんですよこれ。自分の方思わないでしょ。いやマジ自分の。ぶつけないですか？これさ、もうやってくれるかもしれないからさ、ただ今持ってきたしとか思って。できしょ。上にいるよ。なんだっけ。なんかのコメントでなんか揚げ物何これ？これそれカツオのたたき生で食えるカツオのたたきをわざわざ揚げたらもったいな。もったいな。どのぐらい持ってね。宝くじ4億当たってそのまま捨てるぐらい。そんなことない相当もったいないよそれ。そんな持ってない。いや、車道で持ってって俵ではたかれる。もったいない。もったいないわ。大体相撲教えてもらわないと。あ、うまっ。やるでに教えてもらう。やるでに同いでしょ。返してない。同いでしょ。返したもなんとかすみませんでした。見えないですよ。やるであれ自分が言ってなかったらまだ多分あそこに4000円ぐらいしかない。そんなマジでない。わさび茶漬けはマジで通じてきたんですよ。昨日しばっちと俺とさ、しばっちと俺とタラと岡本でさ、スマブラやったんだけどさ、しばっちタコ負け。本当にめちゃくちゃ強くなったんですよ。俺この前まで大地さんに勝ててたんですよ、リトルマックで、でちょっと5分ぐらいだったじゃないですか。マジ強かった。俺この前やったんですよ、もう勝てないです。勝てないよね。なんかあれらしいですよ、実家でこそこそ練習したらしいですよ。それ中いや、実家でやったら全然思うんです。あれやっぱ誰かがいるからやるんいやそうなんだよねで、あとキャラも全然出てないからそう思うんだ。一人でやってもつまんないし。で犬がずっと遊べって噛みついてくるから大地さんの実家の犬見たっすか？入れた。見てない。めっちゃ可愛いっすよ。名前何でしたっけ？入れちゃった。おでん。おでんかわいい。俺が見たらしいって案だし、なんか、案採用されたら1万円って親に俺と姉ちゃんで散々名前出したんだよ、で俺が見たらしいって言ったら見たらしいねみたいな、最有力候補とか言われて、したら気づいたらなんか
名前3文字に決めすることにしたとか言ったし、最初から言えよって。かわいい。 4時半に吠える朝4時に耳元で吠えてる。なんかチワックス。俺の犬を見てほしい。みたい。俺の犬、飼ってる。はいで実家で飼ってる。実家のロミ君。で実家で飼ってる。はおえロミ君ねすげえ。あ、かわいい。これ実家？かわいい。ロミ君あ、ロミ君に会いたいな、俺も。これ雑種雑雑種。雑種だ。しかもロミ君何歳？ 8歳っす。ロミ15歳。ちょっとだから。俺も姉ちゃんも実家帰ってて、俺ら一気にいなくなってふてくされてこのいや、絶対寂しいっすよね。で、宮崎のふてくされん。うわぁ。ふてくされて。いや、ワンちゃん寂しいっすよ。寂しいよね。やっぱワンちゃんって遊ばれたい生き物じゃないですか。そうだよね。ずっと。でもなんか相撲部屋でみんなで飼いたいっす。うわ、マジで飼いたいチワワ一匹さ、欲しいよね。この番犬じゃないけどさ。は無理だよ。あ、番犬いるやん。立浪部屋の狂犬。狂犬。い。いや、しかし荒く。立浪部屋の狂犬。荒くれ者だな。お手。グレートムタ。うまい。ダメです、大地さん言うこと聞かないです。うまい。しつけがあってないんですよ。次はこのお手。も取れるわ。やば。チャンネル登録はこちらから、いいねはこちらから、コメントもどしどし待ってるよー。待ってるよー。